花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回の動画の終わり際、バッファーを入れようかなって話をしてたじゃないですか。いろいろと考えた結果、大地ちゃんかなと。 CT 半減はやはりやばい。しかし体ちょうだいで奪える体でいいのがないかなって困りまして、迷った結果ググりました。このエンゼルガードが無難でいいらしいんですよね。体よこせオラー。よし、早速性能の確認だ。これがエンゼルガードの種族値でございます。すべて100、光属性のみ。なんて綺麗なんだ。こういう器用貧乏な種族値好きやで。積むまではこれでやっていこう。そして装備品も一新させていきます。まずはブラッドちゃんでは扱えなかったダークスレイヤーを闇っちに持たせる。悪で殴るならメインの闇おぼろ、悪が効かないならサブのダークスレイヤーでやっていこう。で、メインタンクはクイックムーブちゃんにしようと思うんだよね。それというのも面白い武器を見つけちゃってさ。コンボウ系の最終進化系ダイヤモンドクラブ。この武器パッシブスキルで通常攻撃後自動で防御するってのを持ってまして、敵に先制できれば実質通常攻撃が無料で使えるんじゃないってことで、回避立てのクイックムーブちゃんならこの武器を使いこなせるんじゃないかと。命中率が低い物理スキル超大振りも当ててくれるだろうしね。ついでにいつもお世話になっている致死ダメージを2回無効にする流星のセスタスくんをランクアップマジックさせて水星のカエストスに強化します。よし、それじゃあ前回ダメージ床無効アイテムを手に入れたことだし、以前探索を諦めたくっそ暑そうな洞窟から行ってみましょう。と言いつつ、実は動画外で稼ぎ作業をしてる時に軽く探索しちゃって、その時の録画ができてなかったんだよね。なので宝箱が開いてたりします。しかしね、なんかろくに探索できる場所がないんですよね。この隠し通路の先に何があるかですな。ワープがあるだけの部屋、どこに繋がってんの？王道に帰ってきちゃったよ。あれ、一体どういうことなんだ？その後、何か見落としがあるんじゃないかとねっとり探索したものの、特に何も見つけられず、しゃあない、一旦放置して先に進むぞ。宝物殿を出てから右にぐるっと回り込んで、ああ、この辺で兵士たちがテーブルを囲んでたんですよね。レベル上げの過程で皆殺しにしてしまいましたが、ここが氷魔道か。どうせ氷タイプの雑魚だらけなんだろうな。面倒くさいな。全員ダッシュでぶっ飛ばしていくか。さて、ここは牢獄かな。こういうところでは死体がアイテムを持ってたり骸骨が襲いかかってきたりが定番だが、何事？何なの？何の説明もなく亡霊がつきまとってくるんですけど。まあ特に害もないみたいだし連れて行くか。亡霊サイドの要求がわからないからちょっとこっちも困るんだが、未練とか持ってらっしゃらない？亡霊は全部で6匹か。亡霊がすり寄ってくるのちょっとかわいい。いや、可愛くない。微妙なラインだな。封印の鍵の使いどころさん来た。思い返すと、さっきのクソ暑い洞窟には封印の鍵の使いどころさんがなかったな。やはり別ルートが存在する。封印の鍵はあと2つあるしな。亡霊がついてくるのついつい立ち止まって待っちゃうな。どうしたお前ら。ここでお別れなのか。ちょっと寂しいな。まあさすがにわかりますよ。このギミックは亡霊が6匹だから溶かせる氷も6個。アイテムをできる限り回収しつつこの氷エリアを抜けろってことね。右端に水晶の塊がある。取りに行けないな。まあ仕方ない。これ戻ったらさ。いや、出口の方から戻ってアイテム取れるんかい。パズルでも何でもなかったわ。
かすげえのがいる。絶対話しかけたらあかんタイプの人じゃん。どうもドットアライですね。アースエンペラーさんもそうだったけど、どいつもこいつも戦闘前の工場がかっこいいな。 TRPG、ハウスフレアとかダブルクロスとかやったら人気になりそう。さて、大地ちゃんを運用するのは初めてだな。どうしようか。とりあえず初手でメガ進化しとく。通常攻撃&防御、いいぞ。うわ、ヤミッチ453ダメージ出てるやん。最初は頼りなかったけど最近は1000級の活躍をするな。あ、そっか。アルダーストライクは氷タイプだから相性今一つだな。まあいいか。今一つでもぶっ飛ばせるほどの火力があるはずだ。392ダメージ。よく頑張った。前衛と中衛の3人組はほっといても大丈夫なんだが、大地ちゃんはちょっと脆いし自己回復手段がないな。ちょっと考えとくか。とりあえず今は自前で粉塵使っときな。あ、ヤミッチの暴力であっさり倒せてしまった。図体に見合わない弱さだなお前。雑魚か。お、光ってるやつ。これは勇者パーティーの記憶パターンだな。当たり前だけど憂鬱な記憶しかないな。 DPS がメインタンク張ったらそりゃ死ぬよって感じだ。あ、女がいるぞ。ここに来て人型の敵。もしかして魔法具現化では仲間じゃない？ずっと気になってたんだけどさ、実は仲間の枠があと2つ余ってるんですよ。スマブラ X のソニックみたいにめっちゃ終盤に仲間が増えるんじゃないかと思ってたのよ。氷タイプの仲間はツメパスさんしかいないからな。まだ氷の仲間が増える余地はある。これは確定と言わざるを得ない。早く殴り倒して仲間にしよう。そこのお姉さん、どう？この後一緒に MTG のドラフトしない？なんか久しぶりらしい。すまんが記憶がなくての。ということで、ネイキッドゴーレムとのバトル、特殊パッシブとして毎ターン全体に氷ダメージを持ってらっしゃるよ。タイプは氷&水タイプ。そして氷の鎧を身にまとっている戦闘グラフィックが可愛い。最近美少女がクソデカ鎧を身にまとっているのがちょっと性癖になってきてね。アークナイツのマドロックとかランスシリーズのシルキーとか、もちろん鎧姿の中身を絶対に見せない性別不詳キャラもオツなものですが、ブラッドちゃんは水タイプの敵に対して2倍ダメージパッシブを持つ。夕狩りの槍でツンツンつきます。敵はアブソリュートっていうヤバそうな技を使ってくるのか、どうにか耐えてくんなまし。あんまり痛くないと思ったら直帰した。ヤミッチ、食いしばったものの毎ターンダメージで死んだな。ポケモンのあられで気合のたすきをメタルみたいなことやめろ。
せっかくメガ進化したライチちゃんが我が身を犠牲にして闇っちを蘇生させてしまったのも辛いところ。5ターンぐらいは生き延びてほしかったな。とりあえず早く起きな。何、物理無効状態だと。それは困る、非常に困る。前衛中衛の3人組は物理偏重な構成だし、後ろのライチちゃんがどれだけダメージを出せるのかって話だが、ヤミッチ15ダメージ、ライチちゃん36ダメージ。勝てるかバカタレー。一応物理で殴ってみるけど0ダメージだよね。やべえ、やることねえな、やることねえな、暇だ。あ、物理が通った。地味にカットしてたけど5ターンぐらいで切れるっぽい。おめえ物理無効がなくなって生きていられると思うなよ。超絶火力で消し済みにしてやれや。999ダメージドーン。勝利。いやー、物理無効には困らされましたな。まあメタられると弱いのは物理特化パーティーの宿命、しゃあなし。っていうか倒したら仲間になると思い込んでたんだけど、無言爆死して終わりかい。寂しいな。時世の句ぐらい読んでくれよ。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。